皆さんこんにちは。歌舞伎 YouTuber の電脳和風です。今日は新橋演舞場に来ました。おぼろの森に住む鬼を見ます。私が見る回は松屋さんが主演の回です。ちょっと皆さんにお詫びがあります。前回立川立飛歌舞伎の感想をお届けした時に音の件をお伝えしました。ただご覧になっていた皆様から情報をいただいたんですけども、どうも1回と2回3回では音の質が違っていたようです。私のこの感想動画、見た直後に本音を忖度なしにお届けしていますんで、そこら辺のところはご理解ください。ということで今日も素晴らしい晴れですけども、松屋さんのおぼろの森行ってみましょう。レッツゴー。今おぼろの森に住む鬼の前半が終わりました。いやー、たっぷり2時間の劇でした。これは歌舞伎ネクストと言ってますけども、歌舞伎役者がやる劇団新幹線の劇だということでした。なので、歌舞伎ファンはこれはマインドセットをきちんと変えて見る必要があります。私結構最初混乱しました。いやー、まるで少年ジャンプを見ている。そして大衆演劇の香りもします。笑いも満載です。最初このおぼろの森のこのチラシを見た時はもっとおどろしい話かなと思ったんですけども、笑いで満載でした。歌舞伎らしいところは途中戦の模様を大君の妻の式部に報告する、まるで義経千本桜怒り友森の相模五郎のように全身を使って戦の悲惨な様子、激戦の様子を語るところ、ここだけは太夫三味線浄瑠璃に乗せて語る、踊る、そこだけが歌舞伎らしかったですけども、他はもう新幹線ですね。本当にお客さんも劇団新幹線のお客さんが多分8割7割だと思います。今回歌舞伎ネクストと歌っています。新しい歌舞伎の潮流、歌舞伎作ってる人たちいくつかあります。実は視聴者の方からも質問いただきました。ありがとうございます。例えば劇団新幹線、井上歌舞伎というのをやってます。井上歌舞伎というのは演出が井上秀則さん、そして作が中島和樹さんの結構ロックも使った新しい物語をするという形です。それ以外に木下歌舞伎というのもあります。先日立飛歌舞伎でこの木下雄一さんが布袋をしていましたけども、古典を新しくする。例えば私が以前見たのは富樫と義経が出てくる勧進帳でした。もう本当に全身みんなが黒ずくめ、忍者のような格好をしてくる。そこで何も背景のない舞台で物語を進める、そういう歌舞伎もあります。あと劇団花組は、これはネオ歌舞伎というのをやってます。これも古典を新しい解釈でやる、円形の観客の中で真ん中で歌舞伎をするなんていうものもあります。大歌舞伎は歌舞伎座の歌舞伎ですけども、もともとのお国歌舞伎、そこから若衆歌舞伎に変わって野郎歌舞伎になったように、みんながいろんな歌舞伎を作ってます。劇団新幹線のこの井上歌舞伎には大衆演劇の早乙女太一さんやその弟も出ています。いうこともあって大衆演劇の香りもします。いやー、この松屋さん、まさに自分の血と引き換えに、無敵の剣を受け取る、それを使ってのし上がっていく。でその弟分に右近さんが金太として使え、そしてこの金太の腕力
そして松屋さんのやる雷のまさに口先三寸という組み合わせで、この公演刀剣乱舞も思い出しました。まだ刀剣乱舞の方が歌舞伎らしかったと思います。さて、あと開演だったのが円屋さんまだれというこの遊郭のような繁華街の路上の王でした。いやー、円屋さんうまいですね、こういうのね。そしてあと開演という意味では慎吾さん、大君を彌次郎さんがやってます。でも彌次郎さんの妻の式部役です。いや、こんなにひょうきんだったんだ慎吾さんということです。大君の彌十郎さん、最初花道から出てくるなり、お客さんが5匹のこの鯉を持って鯉に餌をやると言って、この協力してくれたお客さんにお礼を配ってました。そういう本当に笑わせる仕掛けがたくさんありました。さあ、成り上がって四天王、3人しかいない四天王の一人となった雷、でもそこに敵国が本当にお前は俺たちに味方するのかという窮地に立たされるというところです。さあ、後半どうなるでしょうか。楽しみですね。それではおぼろの森に住む鬼、後半行ってみましょう。劇団新幹線的な歌舞伎ネクスト、レッツゴー。今、おぼろの森に住む鬼終わりました。このおぼろの森を赤く染め上げろ、それが最後の俺のペテンだ。松屋さんがそう言って、そして最後は宙乗りで天に昇ってきました。いや、その昇る姿、まるで大和尊で猿之助さん、猿翁さんが白い羽をつけて飛ぶ姿でも、今回はそれに似てるけども、この悪の毒を吐きまくって上がってく松屋さん、なかなかこの対象が印象的でした。大和尊で天かける心、それが私だと言って当時の猿之助さん上がってきましたけども、いや、まさにこの現代世界中いろんな戦いが起きる混沌としてる騙しに騙す、言葉、または SNS が言葉が皆の心を支配する、そういう世の中に変わったことを示すような物語でした。でも最後は完全懲悪でやられます。時蔵さんの綱、そして彌十郎さんの大君が慎吾さん演じる式部の策略にはまって死ぬ。でも慎吾さんも式部も一緒に死ぬ。そして雷がこの国を手に入れる。それに敵国の王主典の染五郎さんがチームになって松屋さんの雷と戦います。いやー、ずっと盾が多分30分ぐらい続くんじゃないでしょうか。次々にシーンを変え盾、立ち回りが続きます。立ち回りというよりもこの激しさ、盾というのがふさわしい。その中でも一番体が切れていたのが染五郎さんの視点でした。いやー、かっこいい。なんかもう笑っちゃうぐらいかっこいい戦術、侍タイムスリッパーというのを見ましたけども、その盾師に負けず劣らずかっこいい染五郎さんでした。そして本水も出てきます。本水の後ろになんと LED パネルをつけてました。そしてその周りには曼珠沙華も咲いてます。どこかで見たシーンですね。その中で最後は本当に悪が滅びるという形で終わってよかったです。最後本当にカーテンコール、役者だけじゃなくてバンド、そして長唄、そして浄瑠璃、皆さん出てくる。そして付け打ちの方も出てきました。いやー、本当総合力で素晴らしいものを見せてもらいました。最後、今日のこのお盆の森はちょっと演歌チックな、まるで大衆演劇
のような終わり方でした。みんな舞台に出てきて、そしてカーテンコールをすると手を振ってました。いや確かにこれを1日2回やったら賞味3時間半休憩入れて4時間の舞台なんで、確かにダブルキャストで松也さん、そして今日のこの午後は幸四郎さんですけども、その理由が分かります。ということで今日は新橋演舞場からお届けしました。ぜひいいねやチャンネル登録をしてくださると嬉しいです。励みになります。そしてぜひ皆さんコメント感想お書きいただけると嬉しいです。皆さんから本当に教えていただくこともたくさんあります。最初にお詫びもしましたけど、やはり私の見方だけだと偏っている可能性があるんで、いろんな情報を総合的に教えていただけると本当にもっといい情報を皆さんにお届けできます。あと LINE 公式もやってます。週に1遍以上皆さんに情報をお届けしてますんで、ぜひご登録ください。それでは今日は新橋演舞場からおぼろの森に住む鬼松也さん主演の回をお届けしました。いや本当にいい幸四郎さん、円谷さん、染五郎さん、そして右近さん、慎吾さん、時蔵さん、慎吾さん、時蔵さん、みんなすごい熱演でした。素晴らしい舞台、歌舞伎ではなくて、これは劇団新幹線&少年ジャンプ的な劇、そして大衆演劇の要素も入っている舞台だと思いましたけども、ぜひ東京だけじゃなくて福岡でもやるんで、一度ご覧になることをお勧めします。今の若者のスピード感が味わえます。それではまたお会いしましょう。歌舞伎 YouTuber の電脳バブでした。それではまた。